皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は東方キャラで異変を発生させたりと、やらかした少女たちトップ4を解説していきますよ。異変といえば神様や妖怪が何かの思いで異変を起こしているけど、一体誰がどんなことをしたのか気になるぜ。衝撃のやらかした内容に注目ですよ。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは早速授業開始です。それではまず紹介する、ヤバい元凶キャラ第4位は東方奇形獣エクストラボスを務めた黒駒咲です。種族は黒駒、というより馬の動物霊といったところです。ちなみに黒駒とは、聖徳太子の電気聖徳太子伝役の説話に登場する黒い春目のことだぜ。ギャグ漫画日和にも出ているから知っている方はいるのではないかな。推古天皇6年に諸国から献上させた数百の馬の中から太子が選んだ馬で、太子を乗せて空をかけ、富士山、信濃、三越を3日で巡行したとされています。いわゆる日本のペガサスといったところだな。その通りでーす。それ遊戯王のペガサスでしょうが。また太子を驚かせてしまった際には自ら飲食を断ち、太子の許しを得るまでは食べることはなかったとのこと。めちゃくちゃええ子やん。この元ネタから、後々聖徳太子がモデルである巫女と関わりが書かれるのではと思われますよ。最強のヤクザと伝説の仙人って非常に楽しみな関係性だな。マリサさんも言ったようになんと彼女は、畜生界において最上位に位置する四大組織の一つ、慶賀組組長です。四大組織ということは慶賀組、秘訣組、強欲同盟を除いてあと一つ組があるのか。噂によると新選組と言われていますよ。ある意味危険度 S 級だけど違うでしょ。冗談はさておきまだ正体は不明ですが、かなり実力派の組織でしょう。おそらく動物霊が日本の絶滅危惧種の動物たちなのでもう一つの組織は、熊やオオサンショウウオなどだと思われますね。なるほど、その情報は知らなかったよ。霊夢部長さすがすぎるぜ。そして黒駒咲は、慶賀組の組長なだけあって狼霊にとっては上司、カワウソ霊と大鷲霊にとっては敵組織の上司ということになりますよ。基本的に何々だ、何々ぞというボーイッシュな口調なのですが、時々夢は広がるわ。何のために力を見せつけたのよと女性らしい喋り方をすることもありますよ。たまに出る女性らしいところキュンとしてしまうポイントだよ。またズンエでは珍しくしっかりと肩出しの衣装でセクシー。組長の黒駒咲をトップとしていて脚力と牙、強靭な肉体が特徴の動物霊たちによる畜生界の一大組織なのですよ。力さえあれば誰でも幹部にのし上がれるところから、究極の弱肉強食を体現した畜生界にあって、完全な実力主義の組織といえ、部下曰く畜生界最強の組織。確かに今わかっているあと2つの組織は知力タイプだから力なら最強だろうね。そんな中でトップにいる彼女は思い立ったらすぐ行動する性格で、部下の考え手柄も尊重するため組織の上司の中では人気があるようですね。実力のある者が好きであり、敵である吉兆や知恵や、ハニヤス神経気に対してもその強さには敬意を払っていますよ。人を尊重できるところヤクザといえどもしっかりしているな。彼女自身の性格は一言で言うと豪快な体育会系であり、裏工作の類を嫌い、正面からの激突を好んでいますね。秘訣組からの評価では、力しか取り柄のない筋肉バカ組織と言われてしまっています。とはいえこの先のかっこよくもあり可愛いデザインで、性格を筋肉バカにしたところズン3天才だと思う。間違いないですね。実際、本編ではケーキが倒されたと知るや否や、慶賀組が畜生界を支配するのは時間の問題と考え、さらに地上を視察して、可能であれば支配しようと行動を開始するという短絡さを見せていますね。これは状況を正確に把握できていない上に、下手をすればや知恵の策と、異変を解決した主人公たちの頑張りを台無しにしかねない行為だったのですよ。つまり、それが原因でケーキが動物霊への攻撃を再開したらヤバかったってことね。地理的に地獄を経由する必要があるので、そちらの怒りを買う可能性もあったのです。実際、エクストラ道中のボスである二カが先が地上に攻め込めないよう水際作戦を展開していました。いやその BGM はヤシマ作戦だろ。もし地上に攻め入ってもゆかりや沖縄が激おこで、幻想郷が混乱になる可能性もあるしな。結局は実たちに対峙されたことで落ち着きます。ってことは最強のヤクザも沈めるヤバい奴らってこの人たちじゃない？その通りでーす。さて、元凶キャラ第3位は東方鬼神城の御面ボスであり、異変の真の黒幕である鬼神聖者です。彼女は東方では珍しく純粋な悪役的キャラです。ほう、それは非常に珍しいタイプだな。そしてキャラ設定テキストにも、人が嫌がることを好み、人を喜ばせると自己嫌悪に陥る。命令は絶対に聞かないでしょうね。自分が得しても見返りは与えないのです。人間、妖怪に嫌われるのは当たり前だったのですが、彼女は嫌われると喜ぶのだった。
といったように天の弱な嫌な性格をしていると書かれていますよ。こいつは色々やらかしてそうだぜ。本来は力のない妖怪であり、神主にミュージックルームで小物と言われているのですよ。教室に一人入るタイプの子ね。ちなみに東方漢呪伝で、天の弱のルーツとも言われる天の作目が元ネタの鬼神サグメが登場。原作者のズンさんが言うにはサグメは神様であると同時に天の弱の一種で、公式に天の弱2体目と明言されていますよ。ほう、サグメも公式的に天の弱設定だったのか。ちなみに、天のサグメとは表面には現れていない意味を探り出すのに長じている女神のことだぜ。また天の弱とは、昔話や伝説に登場してくる想像上の悪者のことですよ。小さな2本の角を持っていて、黒髪に白と赤のメッシュが混在した髪型が特徴です。服はワンピースのようなものとなっていて、胸には上下逆さになったリボンをつけていますよ。本当だ。リボンが反対になってるじゃん。あのリボンを元通りにして使うと声質の調整が可能とかなんじゃないか？いやそれコナン君でしょ。足元は素足にサンダル履きで、右腕にのみブレスレットをつけています。上がワンピースなのにサンダルを履いているって天の弱だな。聖者は強者が支配する安定した幻想郷をぶち壊し、弱者が物を言う世界に変えるという大きな野望を持っていたのです。しかし聖者にはそれを実現させるほどの力がなかったのですよ。そこで小人の一族の神妙丸が持つ秘宝打ち出の小槌に目をつけました。小人の一族は打ち出の小槌の使用による代償で鬼の国に幽閉されてしまったという過去を持ち、小槌を封印していたのですが、そこからだいぶ長い年月が経っていたらしく、現在の小人の末裔である宿儺神妙丸は、打ち出の小槌のことを知らなかったのです。神妙丸は日本昔話でおなじみの一寸法師の子孫なんだぜ。そこで聖者は、彼女に打ち出の小槌の能力について代償があることは隠して教え、小人が幻想郷の妖怪たちに屈辱を与えられた、という嘘の歴史を吹き込んだのですよ。人を騙して、異変を起こしたなんてやらかしてるな。弾幕天の弱では聖者はまだ下克上を諦めず、未だ小槌の魔力が宿っているアイテムの数々を手に、再びこの世をひっくり返そうと企んでいました。まだ悪いこと考えていたのかよ。それが幻想郷の秩序を重んじる妖怪たちにバレ、ついに命を狙われることになるのですよ。神妙丸を利用して異変を起こす人の嫌がることを好むなどといったキャラ設定から、ゲスロリという名前が与えられました。現在いろんな漫画、ゲームのキャラクターがいるが未だかつて聞いたことないぞ。二次創作のラブコメ系の作品では天の弱特有の性格から、素直になれないツンデレになったり、逆の逆に相手に嫌がることではなく、喜ぶことをやったりすることもありますね。こういったように純粋な悪キャラとして、徐々に人気を集め最新の人気投票ランキングではなんと29位。これがどれくらいすごいかというと、古参人気キャラのスイカやヘンティでおなじみのヘカーティアより上。おお、めちゃくちゃ人気じゃんか。いわゆるポケモンのロケット団的な愛されし悪役なんだろうな。その通りですね。ということは私も愛され悪キャラじゃないですか？それ自分で言っちゃいます？それでは東方やらかしたキャラランキング第2位は、東方奇想天のラスボスであるひなない天使です。一見青髪で清楚感ある立ち振る舞いからとてもいい子に見えますが、自分の能力に絶対の自信を持っていて、自分以外の全ての存在を見下しています。天子さんラップありすぎる。少しでも思い通りにならないことがあると激高したりするなど、短絡的で大人げないところもありますね。実は当時の彼女はチコと名乗っていました。ほう、昔と今では名前が違っていたのか。時は流れないの一族がそれまでの功績を認められ、天人に昇格。その際、いわばおまけのような形でひなないの一族も天界に住むことを許されたのです。視聴者の学生さん諸君、絶対胸ない天使なんて呼んじゃいけませんよ。霊務部長のどもとやばいっす。このように天人としての格を備える修行をしたわけではないので、ひなないの一族は周りの天人からは不良アマントなどと呼ばれていますよ。仙人よりも格が上の天人なのに意外と器が小さいんだよね。そんな中でも天使はよく言えば自由奔放、悪く言えば身勝手な性格のため周辺の天人も手を焼いているらしいですね。それに動じない天使の胸に秘めたメンタル鉄板じゃんか。マリサさんのどもとやばいっす。働く必要も悩む必要もなく、毎日が歌って踊って酒を飲む天界での生活は、逆に言えばそれくらいしかすることがなく、元人間であった天使には退屈極まりないものだったのです。そんな時に地上の異変解決を行う霊夢たちのことを知り、自分も異変を起こせば霊夢が乗り込んできて退屈をしのげるのではないかと考え、天界の宝秘装の剣を持ち出して地上に異変を起こしました。まさかの退治されるために異変を起こしたってことかよ。そう、まずは自身で白霊神社を破壊するという前代未聞の暴挙をしでかしました。神社そのものに攻撃を仕掛けたのは、歴代ラスボスの中でも天使が初です。やらかしてるな。さらに、奇想の剣で天候異変を起こし嫌でも霊夢たち解決やが動かざるを得ない状況を作り出すのです。その中にわざとヒントをばらまき、真実を突き止めた者と戦えることを心待ちにしていました。本当に旗迷惑なお嬢様だな。戦闘を望まない解決屋に対しては、幻想郷そのものを人質にし、自分を満足
速させなければ大地震を起こして壊滅させる、と脅して戦闘を強要しました。この人は本気でやりそうだから怖い。それはさておき、これが天使が行った悲壮点での異変の内容ってことか。ちなみに、白麗大結界の起点となっている神社を倒壊させたことは非常にシャレにならないことのようで、悪意なしとはいえ、暇だったからという理由で幻想郷を危機に陥れたことから、幻想郷の賢者の一人である八雲ゆかり本人が直々に異変解決のために天使のところへ出向き、戦うという異例の事態を招き、さらに本気で怒らせ、珍しく感情をむき出しにした彼女から美しく残酷にこの大地からいね、という怒りの名言を引き出すに至っています。小石に友達いないんでしょって言われても切れなかったゆかりがここまで切れるって相当やばいことしたんだな。これほど大規模な異変は歴代東方プロジェクトの中でもトップクラスでしょう。ズンさんは、こうした天使の性格について、悟ってしまったような人格者よりも人間味があるとして逆に展開のオアシスかもと言っています。ズンさんうまいこと言うな。こんな大規模で理由が自分勝手な異変を起こした天使ですが、人気投票ランキング最新の第17回では15位という超高順位。まあどんなことをしてでも自分らしく自由を求めるところはかっこいいよな。意外といい人が多い東方では、悪役的わがままお嬢様キャラが刺さったのでしょうね。というか、天使よりやらかしたキャラって一体誰なんだよ。ラストの一人は衝撃的なあの人です。サムネイルでバレてるけどね。マリちゃんそれは言っちゃダメでしょ。それでは東方キャラヤバい元凶ランキング第1位は、東方風神66面ボスにして元外の世界の神様である八坂かな子です。いや、かな子様といえば、守谷神社に祀られている神様だぜ。まあ聞きなさい、マリオランドセブンさん。いやマリオランドそんなシリーズ化してないから。紹介でも言ったように、外の世界から神社ごとやってきた神様。多くの神様が幻想郷も外の世界も関係なく自由に行き来しているのに対し、彼女は拠点を幻想郷に移し神社を幻想郷の人間や妖怪に絞ることで、多くの信仰を集めようと考えたのです。いわゆるブルーオーシャン戦略ということか。また彼女の所属は神霊に相当します。そのため、昔は人間か何かだったと思われますが、それが誰なのか個人なのか集団なのかは分かっていません。ほう、それは面白い情報だな。昔は風の神だったらしいですが、現在は山の神様と呼ばれています。そのためか、かな子の攻撃技はどれも風と水を使った技が主流なんですよ。戦闘中にキャノン砲らしき御柱を装備するために、ガンキャノンまたはキャノコと呼ばれたりもしますよ。カメックスみたいでかっこいいじゃん。今まで山を支配していたと思われる妖怪たちとは表向きには仲のいい関係にありますが、実際のところは不明ですね。容姿が派手なのは、相手に威圧感を与えることが目的らしいです。なるほど、戦隊ものとかそうだけど、赤はリーダーを表すカラーだもんな。とはいえ他の人には敬語を使ったりと律儀なお方。東方強欲異文ではお腹を空かせた黒谷ヤマメのために食べ物を提供してあげたりと、妖怪に対しても優しく接します。おー、かな子様めちゃくちゃいい人じゃんか。かな子の基本的な性格は高圧的かつ独善的です。しかし、その性格が頼りがいがあるともにそこそこ信頼されているようです。天狗とはお互い利用してやろうと思っていないようにも見えるため、慎重に見守る必要があると言われていますよ。結局のところ天狗社会と守谷の関係性はどんなものなのか気になるよな。霊夢の神社でおなじみ白霊神社とは異なり、営業活動は盛んですね。一方霊さんは寝ています。綾に写真撮られて掲載されていたしね。最近はロープウェイを使った営業を行っていますよ。信仰であれば何でもいいらしく、あの手この手でうまい話を持ちかけてかなりの器用か気質な方です。そのため行動力があり、旧地獄のエネルギーを利用するためだったとはいえ、異変を起こしてしまいました。霊宇治打つ方を利用するときに、10円玉に糸を垂らして催眠術のようなもので操っていたようです。いやそんなんで操れたのかよ。地霊伝の話をまとめると、カッパの関心を仰ぎ打ち込み核融合の力を与えて技術革新を起こそうとしたことで異変につながりました。まあ、でもそれぐらいなら仕方がないんじゃないか。しかし、奥が地上侵攻を企てた結果村佐たちの封印が解け清廉戦の物語が始まります。つまりこの3作の異変は大体かな子様のせいです。かな子様めちゃくちゃやらかしてるじゃん。さらに言えば、心霊病も間接的にかな子が原因になりますね。おまけに奥を使った技術革新については失敗とのことでかなり旗迷惑な神様。ざっと言うとなんと5作品の異変が守谷一家によって起こされました。まさかの東方5作品の異変を起こしているのかよ。一体かな子はそれに対してどう思っているんだ？これに対してさすがに解決やのまりさが大変だったとかな子に告げると、てへと言ってました。いや可愛すぎかよ。高圧的な神様がてへなんてこれにはさすがに許してしまいますね。今回授業で異変のつながりとかが見えて面白かったぜ。それでは今回の授業を終わりますよ。視聴者さんが思うやらかしキャラがいたら教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。